はい、こんばんちは、信者です。今回はモンハンワイルズの重ね着コーデを一挙にご紹介していきたいと思います。50種以上、今回ね、コーディネート、用意してますのでね、おそらく好みのものが一つぐらいは見つかると思います。それではね、数かなり多いのでね、ざざっと見ていきましょう。コーディネートはコーディネート。はい、それじゃあまずは普段着風コーデですね。これは男性のインナーと、あとはラバラの腕を組み合わせてアクセントをつけたものになっています。いきなりですが、インナーを合わせるという結構上級者向けな重ね着ですね。あとはギルドナイトブーツやピラギルのね、ジーンズなんかを合わせるのもいいですね。そしてこちらが別パターンのものですね。腰の重ね着をオフにすることで、普段着の中でも特にね、家の中にいるような、ラフな感じを出しております。足装備をまた違うものに変えるのもいいですね。そしてこれがさらに別パターンのもの。頭装備をオフにしたり髪型を変えるとまた違ったイメージになると思います。そしてこっちはみんな大好き多神装備を究極に可愛くアレンジしたものになっています。これは足にパピメルの装備を使ってギャル感というか、ふんわりした雰囲気をさらに強めている感じですね。で、腰装備にはチャタを使って、後ろ姿にワンポイントのピンク色のね、ポーチを加えております。で、こっちがギルドナイトブーツを使った大人風な、カジュアルコーデですね。個人的にはこっちが好みかな。そしてこれは学生服っぽいやつですね。ギルドナイトシリーズにあとはメルファーとホープを合わせています。色味を変えるとこれもまたイメージが変わるので、いろいろと試してみてください。そしてこっちはギャル系の普段着ですね。チャタの腰装備とパピメルの足装備でふわっとした印象を足しています。これもインナーを使ったものなんで、そこだけ注意してください。で、こっちはフードを中心にした、コーディネートですね。ホープのフードはかなりでかいんで、小顔効果もあるのが特徴ですね。チャタの腰装備はベルトでしっかりとね、まとまりを作って、お尻にね、ハート型のポーチがつくんで、ワンポイントアクセにもなるのがいいところですね。そしてこっちがまた違うタイプのフードコーデとなっております。結構ね、バトルメイル合わせるの難しいんですが、色味を合わせることで使い道が生まれますね。そしてこっからはファンタジー調の重ね着コーデになっています。まずはギルドハンター風ですね。ギルドハンター系でいくつかコーディネートがあるんですが、胴体の装備を変えることで階級違いのような、変化をね出すことができます。で、この装備は頭をオフにするとまた印象変わりますよね。髪型や髪色を変えるのもありだと思います。それでこっちがホープの、胴体装備を合わせたもの。ギルドナイトは重ね着としてめっちゃ優秀なので、とりあえず困ったら合わせておく装備としてかなり優秀になっています。そしてさらにこっちがギルドの上級ハンターをイメージした重ね着ですね。結構かっちりした中でもラバラグリーブを合わせればかなり遊び心が生まれます。で、こっからは中華風の装備ですね。いくつかパターンがあります。平場みの男装備をね、あえて、採用することで陣羽織を意識しています。そしてこっちがまた別パターンのもの。和服の装備として、イメージするのもありですね。そしてこれが3パターン目。カラーリング次第でダークだったり、あとはね、明るい感じにも変えられますね。で、お次がクナファ村をイメージしたものですね。胴体装備のクナファケープを、メインにした重ね着となっています。結構ね、これ活かすにはどうしたらいいかと思ったんですが、ラバラシリーズの腰装備だとか、あとはゲリオスシリーズと親和性が高いですね。落ち着いた雰囲気も出すことができます。で、こっからはちょっとダーク系の重ね着になっていますね。まずはメンヘラ系のやつですね。一応ホープマスクにしてますが、また別な重ね着にするのもありですね。例えばインゴットの頭装備なんかをね、合わせるとまた違う印象になるかと思います。そしてこれが別パターンのもの。ちょっとモノクロなイメージですね。はい、じゃあこっからはエグゾルスヘルム。かなりね、癖の強い重ね着ですが、それを活かしたゾーンになっています。エグゾルスヘルムは目隠ししてるんでね、目を隠していて、しかもでっかい角も生えてるんで、これ1個でね、ダークなイメージを醸し出すことができます。そしてゴアメールだとか、あとはデスギアシリーズを合わせるのもいいですね。そしてこっちが闇の踊り子パターンですね。エグゾルスに平場みを合わせるとまた違った印象になります。そしてこれが闇の女王ですね。結構ね、階級別感や役割をイメージした重ね着になってますよね。
アルシュベルドの腰装備がね、なかなかドレス感があってめっちゃいいです。ドレスと、あとはマントもね、ついているので、まさに女王といった感じ。そしてこちらが別パターンのもの。じゃあここからはダークなものではなくて正義サイドの重ね着ですね。まずは冒険者風の装備。この CU 装備と調査団のヘルムがいい味出してますね。これもまたカラーリングを変えると印象が変わると思います。この中の赤い色味をね、変えたりとかですね。そしてお次はまた別パターンの冒険者。結構ね、チャタシリーズって緑色に固定されちゃうんでね。ただまあ、緑基調にするんだったら優秀な見た目と言えますね。はい、じゃあお次が白騎士ですね。かなりスタンダードなホワイトナイトというイメージで作ってあります。これね、意外と足がね、アーティアになってるんで、そこら辺もポイントとなっています。普通にブーツ系にするのもありですけどね。そしてお次はモノクロにまとめたタイプですね。やっぱインゴットの頭装備めっちゃ優秀ですよね。これ1個で王女感が出てしまうという。で、あとはラバラだとかパピネルでね、ふんわりとした王女感を醸し出しております。で、お次が赤ずきん風のコーデですね。定番のデスギア装備に、あとはギルドナイトだとかゲリョスコイルを合わせております。ゲリョスコイル、これもまたね、使いようによってはめっちゃ幅が出ますよね。で、この装備ね、腰装備をオフにするとまた違った、イメージになります。一気に印象変わりますね。そしてお次が密林選手風のコーデですね。このドーベルがめちゃくちゃ癖が強いんですが、それをどうやって活かすかということで、トゥナムルのね、アームなどを合わせております。そしてファンタジー編のラストがこの子供風コーデになっています。チャタをね、採用するという関係上、緑色にまとめるのがいいですね。結構ね、やんちゃなイメージになりますね。じゃあまずはコスプレの王様といえばやはりフェイトからセイバーの装備ですね。これはね、しっかり髪型もこだわった方がいいですね。このゲリョスコイルを使うと一気にお嬢様感が出るのでいいですよね。そしてこっちが色味を変えたものですね。そしてこっちがフェイトグランドオーダーからエレシュキガル風の重ね着となっております。マントのカラーとあとはレオタードの色のね、調整のバランスを考えて違和感がないように意識しています。レオタードの裾をホープで実現してますね。で、頭をラバラにすると赤い髪飾りも表現できますが、今回はね、王冠を重視して作っています。これはまた少し違う別パターンのものですね。そしてこれもフェイトグランドオーダーから切り裂きジャックことジャック・ザ・リッパーのコスプレ装備ですね。もはやね、もう黒くて露出が高ければ何でもいいっていう感じはありますが、一応ね、レザーの腕で少し頑張って寄せてみております。ただやっぱり肌色面積が多いですね。そしてこれが早々のフリーレンの装備となっております。フリーレンの上着をエグゾス装備で表現していますね。結構ね、後ろから見るとね、印象違うんですけども、正面だけ寄せている感じで作っていますね。はい、じゃあお次は鉄より硬くて丈夫なブリキで作ってくれたもんな。ブリキだぞおめえ。で有名な悪魔博士のコスプレですね。これね、色味を変えればオーバーロードの主人公アインズ・ウルゴーン様にもねできそうな感じですよね。こっちは緑ですが紫に変えるとアインズ様といったイメージでしょうかね。で、これがロトの勇者をイメージしたものですね。モンハンでドラクエとはこれはいかにという感じですが、女キャラなのでね、一応頭装備にインゴットを採用してますが、この胴体のダマスク自体がもうそのまんまロトっていう感じですよね。はい、でお次はガンダムだというね感じのメカメカしいやつですね。アーティアだけでも十分ねメカ感は出るんですが、腰をスキュラにすることでね、ジェットパックというかジェット感をね表現しています。で、この胴体装備をスキュラの、ものに変えるとさらに変形ロボ感が出るのでおすすめです。これはちょっと2号機カラーに寄せたい感じですね。ここからは18金装備となっているんですが、モンハンで18金といえばやっぱりキリンだよなというわけで、キリンライクな、装備となっております。この腰の部分はね、他にもボーンだとかアンじゃなくてもね、雰囲気は出るんですが、白とモコモコ感が出るので、今回はこちらを採用しています。いや、まだね、ワイルズにはキリンが出てないのに、こういうのも作れちゃうんですね。はい、で次が踊り子風の装備となっております。やっぱブランゴシリーズは重ね着の定番中の定番といった感じですよね。
デスギアがハイヒールになってるんで、それで、ワンポイントの、踊り子装備となっております。で、こっちは白バージョンですね。ブランゴ装備も踊り子っぽいんですが、違う装備でそれっぽく、寄せた感じですね。そしてこっからがアサシン風の、装備となっております。これはね、前面と背面のイメージが全然違うのがポイントですね。全身黒にして隠密系を意識して、で正面は軽装であることを意識しています。でさらに別パターンもう1個、眼帯アサシンはね結構かっこよさに寄せた感じですね。エグゾロスの短パンを生かして、あとは CU フードでもいい感じにまとまりますね。そしてこっちが、アンダーシャツを生かしたタイプですね。ゲイロスよりも平ばみの方がなんか上品な感じがしますよね。そしてこれがビキニアーマー風ですね。ドラクエなどでよくある何を守っているのかよくわかんないやつですね。色を変えてダーク系にするのもありだと思います。そしてこっからがくのいち風の装備ですね。このオドガロンの頭装備、ぶっ刺さる人にはめちゃくちゃぶっ刺さりますよね。このポニーテールですかね、これがたまらんと。であとは平ばみだとか、あとはスージャのね腰帯なんかを合わせて、忍者感を出しております。そしてこれが18金といえばのタイマニン装備ですね。何かが3000倍になってそうな装備となっております。これね、前面と背面でねイメージが全然違うんで、後ろから見ても楽しめるのがかなりのポイントとなっています。そしてこっちがちょっと別パターンのもの、レオタードっぽいイメージにまとめたものですね。これもまた前面と背面のイメージが全く異なるものになっております。重ね着って奥が深いっすね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、私自身初めてのね、重ね着装備の、動画ということで、まだね、見せ方など改善点がね、あると思うんでね、いろいろコメントしていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。